どうも皆さんこんにちは。今日は YouTube 動画作成におすすめのマイクの話です。どうですかこれ今使ってるんですけど音質いいですよね。YouTube 動画を作っている方におすすめのマイクということで、今日はこれから YouTube 動画を作り始めたいっていう外部マイク初心者向けの内容にしたいと思っています。私が動画を作り始めた頃に知っておきたかったっていうような内容を入れていきたいと思います。というわけで今日は私のカメラ側とマイク側のマイクレベルの設定、マイクの接続、設置の仕方、そのあたりの話を混ぜながらこのマイクの紹介をしていきます。こうやって使うとこういう音が取れるよっていうのをシェアしていきます。外部マイクってただカメラに差し込めばいいっていうものではなくて、設定とか置く位置によってはどんな高価なマイクでもクズマイクになってしまうので、外部マイク初心者の方、今日紹介するこのマイクに限らず他のマイクにも共通する内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。それからこのマイク、カメラだけではなくて iPhone でも使えます。iPhone との接続の仕方も後ほど紹介します。今日紹介する機材のリンクはこの動画の説明欄に載せておきます。それではマイクの紹介から始めていきます。ここにもロゴが出てるんですけれども、デイティっていうマイク専門メーカーのマイクです。ちなみにこのデイティっていう名前は中国の神話の中に出てくる竜の名前だそうです。海外のカメラ系 YouTube チャンネルで使っている人が結構多いので、このロゴすでに見たことがあるっていう方多いと思います。そのデイティの数あるマイクの種類の中でも、カメラの上にこうやって載せて使えるビデオマイクっていうカテゴリーのもので、デイティマイク D3 Pro っていうマイクです。こういう形状なのでショットガンマイクというふうにも呼びますよね。このシリーズでプロってついていないマイクもあるんですけど、今日紹介しているのはプロの方です。ちょっと外観を詳しく見ていきます。この付属のウィンドスクリーンを外すとこういう棒状の形になっています。室内ではこのまま使ってもいいんですけど、今日はこのウィンドスクリーンつけたままやっていきます。カメラとの接続ケーブルは付属してくる 3.5mm オーディオケーブルです。他の機材とか電源供給機材とかいらないので接続は難しくないです。で、こちらが USB-C 充電差し込み口です。で、こっちがボリューム調節ダイヤルです。このダイヤルの回し心地が結構重ためで、オイルの上を滑るような感覚で回してて心地いいです。で、こちらが電源オンオフボタン兼ローカットボタンになってます。ローカットっていうのはノイズを抑えてくれるような効果のことですね。75と150、2つのローカットができます。ただ私の環境では特にノイズが出ていないので、この機能は使ってないです。それから電池は内蔵充電池で満充電すると51時間使うことができます。それから接続しているカメラ機材の電源が入っていないときは、マイクは自動的にスタンバイモードに切り替わって、マイク側の電池消費を抑えることができます。それから USB-C ケーブルをつないで給電しながらマイクを使うことができます。私一人で動画撮影をしているんですけれども、撮影中にマイクの電池が切れてしまってもなかなか気づくことができないので、こうやって充電しながら撮影ができるっていうのが気に入りました。一応充電池はフル充電すると51時間連続使用できるものではあるんですけど、今どこまで電池が残っているのかっていうのは見えないので、電池残量が不安な時には充電しながら使っています。で、使用方法です。まずカメラ側の外部マイクレベルを調節します。そしてマイク側のレベルも調節します。私は基本的にはカメラ側の外部マイクレベルは1、マイク側のレベル調節ダイヤルは今は2にしてあります。で、音声を取った後、動画編集の時に音量を適正レベルまで上げていきます。これ最初にカメラやマイクのレベルを上げて撮っちゃうと結構ノイズが入ってきちゃうんですよね。なので最初は小さく設定しておいて、編集の時に適正なレベルに上げるっていう風にしています。それから今からこういう外部マイクを初めて使うっていう方への注意事項なんですけれども、撮影の前にマイクの電源を入れ忘れてしまうと、当たり前なんですけれども完全に無音の動画になってしまいます。撮影をする前にカメラとマイクをつないだら必ずヘッドフォンもつないでテスト撮影をしてみるとかして、音声レベルの確認や音声が確実に録音されているかどうかの確認っていうのはした方がいいと思います。これ私も以前経験があるんですけど、こういう事前チェックを怠って収録を始めて全部撮影が終わって内容をチェックしてみたらマイクの電源を入れ忘れていて、
音声が全部入っていなかったことがあります。その時のショックって言ったらね、もうかなり落ちます。全部取り直しになってしまうので、この事前の音声チェックは習慣づけといた方がいいと思います。で、今すでに音声聞いてもらってるので、このマイクでどんな音が取れるのかっていうのはお分かりだと思います。ただ今聞いてもらってる音っていうのは、口元とマイクの距離がだいたい10センチぐらいの距離の場合の音声です。ここがポイントなんですけど、口元とマイクの距離が変わると音も全然違ったものになってしまうので要注意です。私も外部マイクを初めて使った時に外部マイクの知識がゼロだったので、とりあえず外部マイクはカメラの上に載せておけばいいと思ってたんですよ。マイクのパッケージの製品写真でもカメラの上に乗っけた写真とか載ってますよね。あれを見ると、そういう使い方をするものだって思っちゃいますよね。ところが今みたいなこういうシチュエーションでスピーチを収録するのであれば、マイクって喋っている口元に近ければ近いほどクリアな音声が取れます。というわけで、マイクの製品パッケージに載っているような写真には惑わされないようにしてください。というわけで、口元の近くにマイクを設置するのに、こういうマイクアームみたいなものに接続することになります。私はこれカメラ用の一脚を使っています。となるとカメラとマイクの距離が離れるので、付属してくる 3.5mm オーディオケーブルでは長さが全然足りないです。そこでオーディオ延長ケーブルを使うことになります。ちょっとこれ今見えてるんですけども、これですね。これも動画説明欄に載せておきます。私はこれとりあえず3メートルあれば十分かなと思って3メートルのものを使っています。で、このマイク、今この画面の中に入れて撮ってるんですけれども、このマイクを画面の中に入れたくないっていう方もいますよね。そういう方はこのフレームのちょっとギリギリ外ぐらい、この鼻の上の延長線上ぐらいのちょうどこのフレームから出るところぐらいなところにマイクを設置するといいです。ちなみに私このマイクを売ってなんぼってメーカーさんにお金をもらっているわけではないので、このマイクをご利用しするつもりはないんですけど、このマイクすごくバランスがいいと思います。とにかく悪いところが見当たらないんですよ。あとは自分の声の質と相性が合うかっていうところ次第ですね。これはね、使ってみないとわからないですよね。ちなみに屋外でマイクをカメラの上に乗せて自撮りで喋った場合の音声です。口とマイクの距離が離れるので、マイク側のボリュームを上げて撮ってます。今外で撮影して見てるんですけれども、音声どうでしょうか。今ちょっと聞きながら撮影してるんですけど、私の耳にはね、結構クリアに録音できてる感じに聞こえてます。で、風の音が入ってますね。音声どうでしょうか。音声どうでしょうか。私とマイクの距離どうだろう。30センチぐらい、マイクの先端で多分30センチぐらいかなの距離だと思います。今の音声を聞いて悪くないなと思った方も多いと思います。屋外だとそもそも外の環境音みたいなのがありますよね。車の走行音だったり風の音だったり、そういうのが入りますよね。ということはマイクのボリュームを少々上げて収録したとしても、ホワイトノイズとか他の雑音っていうのがその環境音に紛れて気にならないです。実際は喋っている背景にホワイトノイズとか雑音がたっぷり入っちゃってるんですけど、そういうのは環境音に紛れてただ聞こえないっていうだけです。というわけで、屋外でカメラ片手に自分で自撮りしながら喋っているような撮影であれば、こうやってカメラにマイクを載せて使うっていう使い方もありですね。ちょっと話がそれるんですけれども、私 YouTube 動画を作り始めて5、6年になります。動画を作り始めた頃の自分に必要機材として揃えるもののプライオリティをアドバイスすることができるとしたら、まず1番目に外部マイク、2番目に照明、そして余裕があればちょっといいカメラとレンズって言うと思います。つい動画の撮影っていうとカメラが最重要機材っていう風に思っちゃうんですけど、今みんな誰でもスマホを持っているので、動画を撮影できる機材ってスマホがすでに手元にあるんですよ。しかもカメラ知識がない方であればなおさらで、スマホのカメラが結構いい仕事をしてくれます。で、そのスマホの機能を最大限に引き出してくれるのが外部マイクと照明です。その中でも音声ってすごく大切で、少々画質が良くない映像でもその動画の内容に興味がある場合、音声さえちゃんと聞こえていればついつい最後まで見てしまうっていうことないですか？逆に映像がそこそこ綺麗でも何を言ってるのかはっきり聞こえないってなると、
途中で見るのをやめちゃいますよね。ということで今から動画を始めようっていう方におすすめなのは、カメラは使い慣れたスマホで、そこに外部マイクと照明を買い足すっていうことです。この2つが加わるだけでスマホで撮ったとは思えないような綺麗な動画が撮れます。で、マイクとライトどっちを最初に買うかっていうのを迷った場合なんですけど、ライトは太陽光を最大限に活用すればまだなんとかなるということで、最初に買うべきは外部マイクだと私は思います。というわけで次 iPhone でこのマイクを使う接続方法を紹介します。最近の iPhone ってオーディオケーブルの差し込み口ないですよね。なのでライトニングケーブル差し込み口に差し込むことになります。というわけでこの2つのケーブルが必要になります。まずこちらライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターです。それにこういうイヤフォン、マイク分配ケーブルが必要になってきます。で、こんな感じでこの2つを接続して、このマイクマークがある方にマイクを差し込みます。これだけでこのマイクを接続できます。音声テスト、音声テスト、音声テスト、音声テスト。今 iPhone の内蔵マイクで撮ってます。iPhone の内蔵マイクで撮ってます。音声テスト、音声テスト、音声テスト、音声テスト。今 iPhone の内蔵マイクで撮ってます。音声テスト、音声テスト、音声テスト、音声テスト。今 Deity Mic D3 Pro を使って撮ってます。今 Deityマイク D3 Pro を使って撮ってます。音声テスト、音声テスト、外部マイクで撮ってます。外部マイクで撮ってます。音声テスト、音声テスト、外部マイクで撮ってます。外部マイクの音声です。外部マイクの音声です。というわけで今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。新しいカメラ関連グッズ買いましたとか、新しい動画出しましたっていうようなお知らせは、インスタグラムストーリーズの方でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。